これはね、要するに北海道の温湖なの。要するに温湖なんだけど、これはなぜこんなのを大事に育てたらね、庭にはそこらにはこんなのはね、うじゃうじゃね、生えてんだわ。一人に種落ちて。いくらでもあるんだけど、これはね、なぜ大事に育てるかって言ったらね、今は、春はちょっと若い時は分かんないけど、夏になったら分かるんだけどね、こういう風にしてね、こういう斑が入るの、黄色い。これ今はね、春先分かんないの。秋、もうちょっと緑がね、夏になって緑濃くなるでしょ。だから濃くなると、黄色と青がはっきり分かるわけ。これだったら新芽だからね、なんとなく黄色っぽいでしょ。春は分かりづらいわけ。で、これはね、ボサボサに伸ばしてるけどね、これは今伸びたとこをね、挿し木する段取りでね、ちょっと剪定があったらね、これ挿し木するんですよ。風が入ってから大変にしてんの。今はあんまりありがたみないけど、これは夏になると綺麗にね、くっきりとね、この風がね、ツートンカラーで出るわけさ。黄色とグリーンが。新芽がなくなるから。新芽がなくなって、緑が濃くなるでしょ。そうすると黄色が目立つわけ。そしたらここに赤があれば赤信号になっちゃうけど、それは話は別として。赤い実っこになるの。赤い実っこになりますよ。そうなってくるととんでもない希少価値の木なんだけど、まずね、そんなことよりもまずね、たくさん増やしたいのが先なもんだからね、いつもブツ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 切ってるからね、ちょっと小さいけどね、またね、懲りずにね、この辺からやろうと思って。できれば、これつきやすいんです、古いとこでも。だけど、できればこういう青いとこね、要するに去年伸びたの。こんだけ。そんなに伸びんのかい？伸びたの。もうね、この他の枝いっぱい取るでしょ。そしたらね、あと剪定しないとね、元気のいい時はね、ブーッと伸びちゃうわけ。で、これはね、ここでこう通るでしょ。こうやってね、こうやって通るでしょ。でね、物のない時はね、もうちょっと待っててね、これがもう少し伸びるんですよ。そしたらこうやったの。今ね、こういう親木がね、いっぱいあるしね、だからね、早くね、こう物にしたい時はね、こういう意外とこういう古いとこでもつくんですよ。で、こうやってね、これ土の中に入るとこね、これみんなこう取るでしょ。こうやってね、そしてさ、この芽みんな抜いちゃうの。これで、だって根っこの縁だからさ、ここからどんどん水分出てくるんだから、なるべくね、水分ないように、水分がいらないようにこう抜くんですよ。で、本当に厳密に言えば、この葉は1、2年後に落ちちゃうんで、これもこうやって半分に切っとくの。こうやってね。本当はこんなことしなくてもつくんだけどね、こうやってね、やっぱり実をね、少し細身にしとくと、水分がね、蒸発するのを防ぐわけ。だから挿し木の時はみんな、こういうことやるんですよ。こういうそんな葉っぱ短くてもやっぱり切んなきゃダメなの？ダメなの。こうやって、とにかくここから今どんどん水をね、元気ついてきたら出てるでしょ。それをほっとくと、この中の水分全部ここからね、だって下にポンプないんだから、根が、ここから逃げていくわけ。そしたらこれが干からびてね、ミイラ状になっちゃうからさ。だからこういう状態で刺すんですけど、これもね、ちょっとできれば、こういう我々はちょっと斜め刺しするからね、こんな感じにして切れるハサミでスッとこうやる。で、これ水に1、2時間つけとく。で、今日は係長つけといて。これ今ね、こっちのやつ取らなかったらこれなかなか出てこないんだよね。だけど、これ今切っちゃうの、ここで。こうやって。そうするとここに次の2番手用意してるの。これがいっぱい出てるでしょ。これいつも切ってるからこうやって出るわけさ。で、こうやって切ると小さいのがいっぱい出てくるから、とにかく切れば切るほど小枝がたくさんできる。それでね、これは挿し木用なのでね、あんまりね、芸術的なこと考えないで適当に切ってるけどね、そろそろね、芸術的なことを考えてさ、それでね、ちょっとした模様着風にね、なんとかしようかなと思ってさ、これ綺麗な風なんですよ。こういうのが綺麗に出るの。これ。
黄色い実の温湖ってうちにあるんだけどね、あるね。あれは黄色い実ですからね。葉っぱが黄色じゃなくてね、これは赤い実こかい。赤い実っこで麩が入る。だからこういうのからまたね、ちょっとこう小切れにして、なんとなくこう温湖の盆栽風に作ってもいいんだけど、とりあえずこれはちょっと希少価値があるので、盆栽よりまず繁殖の方が大事だ。なるほどね。そういうことでね、これはもう教科書通りのやり方でさ、こうやってやると絶対大丈夫なの。 100%。うん。私のとこは教科書通りやらねえけどね、かなり手抜きするからね。あ、そう。分かってて手抜きだからいいでしょ。大体教科書もないしさ。教科書もねえけどいい加減なんだけどさ、こんな感じでしょ。それで教科書通りにやるにはこれも一発こうちょっと刃を力を削いでおく、ね、こうやってやると、これでこういうんで、できればこの切り方は悪くないけどね、こういうふうにしてさっとこうやってね、そしてこれが教科書通り。それ水の中でパシッとやる。そうだね。ああ、教科書、もう一回やる、もう一回やる、もう一回やる。今ね、そうだね。今ね、くるみついたからね。係長がね、水持してくれたからね、本当に教科書通りやるのにはね、まだもう一つ欠けてた、やることが。これではね、文部省がね許可しないこの教科書ではダメって言われる、文部省で許可が下りる教科書通りはね、これが教科書かって言われるよね。文部省が許可するような教科書はね、お知らせしますから。こうでしょ、それでまあこれは抜きますよね、こうね、全部ね、こうやって抜くんですよ。それでここを切るんだけどね、今ね係長がね、これ水用意したからさ、これこうでしょ、こう入れたんだけど、できればこう水の中に入れて、パチッとこうやるのね、それが本当の教科書。これは検定、教科書検定が通るんだよ、文部省の。なるほど。挿し木の教科書検定、挿し木何級さん。検定ですからね、何級っていうことねこれれはそろばんじゃないからね、検定はね、受かるか受からないかっていう検定なのね。厳しいんだよ教科書は。不入りの温湖なんてね、あなたね、黄色い実の温湖もね珍しくてよく売れるんだけどね、この不入りの温湖もね、なかなかあなた夏になったらすごい綺麗なんだよ。よし、だべ、こんなもんでついでにちょっとやっとくわ。こんな感じで今日はね、係長ね、あんまりこういうのやったことないからやりたいっちゅうからね、今ちょっと係長に変わるからこんなことでちょっと係長これやって。これはね、欅のね大木を取り消したやつだ。だけどもう出てきてると思うんだけど、まだね取るわけにいかないんで、これ23ヶ月前にやったんだよね。そうだね。でね、これこのままにしてどんどん伸ばしてもいいんだけどね、その方が元気がいいんだけど、この欅のこれはね、もう狂犬種だからね、若々しい木のね挿し木する穂田がね、ないわけ、少ないので、こういうね元気のいい時が最高ベストなのさ。それでね、これはこう将来ここでもって、またいずれ鉢植えするんだけどね、やっぱりねふわーっと横にこう広げたいのね、それでね切る位置もちょっとね考えるんですよ。ここで切っていくのね。そうするとここから今度は出るでしょ、これね。それをさ、ここで切ったら中に入っていっちゃうんだよね。だから葉っぱの向きの方向にそう伸びていくの。それでこれもこういう挿し木の
今日はね挿し木の講習だからさ、これでしょ。これもね全部7割ぐらい落としちゃうんですよ。このぐらいにしておく。こうやってね。でやっぱりいつも言ってる通りちょっとこういう感じにして、斜めにして、できれば、まあ、同じところでいいか、水の中でパチッとこうでそれを今ねこれ全部やるわけ。ちょんちょん。それも難易度ゼロ。これ難易度ゼロです。これはねなんていうんですかね、難易度っていうよりもねやっぱりこのどこで挿し木するかってね、問題なのさ。ピューとこれ音質で出してるでしょ、そうするとねこの間隔が大きいのさ。なるほどね。だからね本当は外で出すともっと詰まってね、ここは締まった木で挿し木できるわけさ。なるほどね。だから本当は今こういうとこで本当はね、もう表で自然に出したやつで挿し木したいのさ。で難易度はあんまり関係ないんでねつくんだけど、やっぱりねその木の節が長いとかっこ悪いでしょ、だから本当はねこれはここで切って、まあ極端な話ねこれねこういう材料がいっぱいある時はいいんだけどない時はここで切ってまたここで切るの。こうやってそしてこれはもういらないですからこんなぐらいにしてね。葉っぱ一つだけ。もうそれで十分。物のない時はね、やっぱりあれですよ商売だからねこういうふうにしてその一回節間が長く伸びちゃうでしょ。伸びちゃうの。それがもう治んないの。ここの節間は治んないよ。あ、そうなの。だからこんなのはさ、節間つけるんだらもうこのぐらいにして刺すんだ。これは本当にいいもの作ったらこうやってやらなきゃならない。こうやって。なるほどね。節間はね伸びることあっても縮むことない。なるほど。そうか。ないんだ。これはですね、これは真弓っていうね、木なんだ。そしてねこれね北海道の山にはないんだ、これホームセンターで大木売ってたのさ、2メーターぐらいの、そして庭に植えてね実ならそうと思ったのさ。それでねもちろん取り木も取ったんだ。これこうやって取った後最後なんだけどね、取ってそれで挿し木もこれ 100% つくの、それで取り木したり挿し木したりして増やしてね、こういうのがこれができたものなんだけど、これよーく見たらさ、これ花芽なんですよ。ここにこれ見えるでしょ、ちっちゃいのはプツンと。これ見えねえか。これもそうなんだけどこれねこれ花ね、これの挿し木してこれ3年目なんだけど、それにこうやってまたこうやって花がついたの、でね普通はね薄いピンクの色が多いんだけどね、これはねちょっとこれラベルがおかしくなったんであってね、真っ赤なの花、これ近江の紅の真弓ってね、ピンクと白と真っ赤の3種類あってね、この真っ赤はすごい珍しいの、それでさそれをこう10年ぐらい前だったかな、いろいろこう最後にこう出てきたやつでこれ今また小さく作るんだけど、これをね3年経ったらこういうふうにしてもう花がついて実になる木になるんでね、すごくこの木はねありがたい木なのさ、これで赤い実がついたら綺麗でしょ。で真弓だからね曲げても折れないの、弓になるぐらいだから。でとりあえずねこっちは花ついてるから切らないけどこっちは花つきませんのでね、これはもう一回ね小さく作っていくんでここで切り直しで、ここは花ついてるんですけどね、これは今挿し木の穂だにね挿し木に使いたいんで、こっちの方は種ついて実つくから取らないでね、この辺でちょっとねここでこれ何本かをちょっといい具合にこれ花ついてないとこがあったんでこういう感じですよ。
これはね希少価値なので物が少ないんで、これこのまんまでも挿し木でつくんだけどね、もったいないもんね。もったいないっちゅうか欲たがりっていうかそっか。両方だ。こういう感じにしてね、こういう感じにするでしょ。それですね、これはね、これはね、今水の中つけなくてもこれはもう 100% つく木だからね、こういう感じで刺すんで、一応切り口下にしてちょんちょんとこれで3本取るんですよ。でこれでね、この花はね、ネットの先生に見たらわかるけど、あれなんですよ。花っちゅうのは本当に我々から言わせれば真相なもんなんですよね。ちっちゃこい花が、白いのがポチャッとつくだけでね、もうよほど気をつけないと分かんないような花なんです。こんなんだからね。だけど実がつくとね、意外とね四角くてね、中からね弾けたようにね、赤いねあれが出てくるの。なんていうの、ベロみたいのが。だからすごく目立つんだよね。で一応ね、これは水につけなくてもすぐね挿し木してもつくんでね、一緒にさっきの木と同じようにね、挿してしまいますから。じゃあ挿し床に行きましょう。これは鹿沼土のね、鹿沼土のあれだ、極小。それでね、今まず真弓からね、こういきます。ちょっとこの辺が。それ単品かい。鹿沼土の。これとね、火山歴とちょっと混ぜてあるんですよ。いや、単品でも大丈夫だよ。これね、この辺にこういろいろ刺してあるんですけどね。これは真弓だから、これこういう風にね、裏表にしない方がいいんだよね。こうでしょ。葉っぱこっち向けて、なるべく明るく日の当たっても、日当たったとこにね、直射日光じゃなくて。そう。やっぱね、普通はね、まっすぐ刺してもいいんだけどね、我々はいろんな種類をたくさんね、刺すのでね、やっぱりこう、ある程度密植して刺すとね、まっすぐに刺すとね、どうしても、なんていうの、まっすぐ刺すとどうしても、こう、水のやるときこっちから勢いかけたりするでしょ。こうやってやるとね、安心してね、水がファーってやれるし、太陽同じようにこう当たるんでね、できればこういう同じような方向に刺しておいた方が。次はさっきの不入りの温湖ね、さっきも同じようにこっち側になったら裏だから、こっちが表だからね。なるほどね。こう色でわかるでしょ。こういうふうに感じ。こういう感じ。いや、綺麗な風入ってるよ、これも。ちっちゃいものに刺すよりこうやってでっかく、あれかよ。それはね、全然違う。温度の差も。温度は変わらないしね、湿度も変わらない。なるほど。まず温度がいつも一定してるね。水はさ、上からやりゃいいんだけど、温度だけはね、やっぱり一定してる方が絶対いいから、ね。そうだね。ちっちゃかったら一日で寒かったり暖かかったりするもんね。極端にね、気温変化するからね。ケヤキだ。まあね、昔のようにあまりいっぱい作らないからね、こう一つの入れ物にいろんなものが入るんでね、こうやって
わけわかんなくなる時あるけど、葉っぱ出てから本当は全部ねこれ名前つけてね普通は置くんだけどさ、出るはわかるわっちゅうようなもんでね、なんせさもうとにかく種類がねいっぱい作らなきゃなんねえからね。よしこれで OK ですね。はいよ、水今ちょっとかける。よしよし、はい OK。